ータラズです。今日はね、師匠のカーライフボリューム6だね。師匠がね、ロールセンターアダプター買ってきました。中古だけどね、3000円ぐらいで買えたって言ってましたね。フロントだけ、とりあえずフロントだけ、結構ね、フロントだけでいいっていうね、ネットのこういうね、書き込みとか見てね。で、リアもやるとちょっとバランスが悪いらしいんだよね。なので、とりあえずフロントだけつけようってことで。で、早速ね、作業開始してます。そうそう、セル収納受話器ポイントって結構多くなんだよね。で、師匠がね、テーブルも買ってきたんだよね、フロントテーブル。それも今日一緒につけちゃおうってことでね、作業を進めていきます。ロールセンターアダプターって前にも40ソアラの時にもう話したんですけど、要は通称 SS キットですよね。要はその乗り心地を損なわないまま車高を下げるってことだね。ナックルのこの位置をこの上に上げてあげる、そのロールセンターをこうね補正するってやつだね。どうしてもね、車高調やサスペンションで下げるとやっぱりこのなんていうんだ、キャンバーがついたりするので、あとはバネのね、バネレートだとかも変わってきます。それをね、もともと根本からの位置を変えて低くしようっていうのがこのロールセンターアダプターでね。合ってっかな、そんな感じだと思うけどね。そうそう、ここの2箇所、ナックルの付け根だね、これをね、外すだけです。これにかませるだけです。ここと、そしてここですね。硬いんでね、めっちゃ硬いんで、もうブレーカーバー使ってくださいね。普通のラチェットだと壊れっから。ガキーンってなるよ。ガキーンってなるぐらいね、硬いんでね。思い切ってガキーンってやってください。師匠の車、エアサスなんでね、この間サスコンつけました。前作にするとやっぱり女乗り心地がすっごい悪いんだよね。なので乗り心地損なわないまましてそのなんていうのかな、ちょっと低いね、ちょっと車高端で走りたいってことでね、ロールセンターアダプター3センチ下げです。3センチ結構下がるよね。3センチっちゃでかいよ。でね、ロールセンターアダプターの装着は簡単です。さっきね外したボルト、これにね、この本当にこれブロックみたいなジュラルミンのこれをね、これをかましてあげるだけです。これだけでね下がります。お手軽だよね。本当にバネ交換やサス交換より全然簡単です。で、うまい具合に乗っけてあげてください。そうするとね、スポッてはまるんですけどね。で、ここでちょっとした問題が発生するんですよ。ちょっとね、このタイロットエンドのところがね、バックプレートにね、当たります。このロールセンターアダプター3センチだね、30ミリ下に下がってきた分、ちょっとバックプレートのね、出っ張りがあるんで、そこにね、ちょうど当たる感じになるんだよね。なので、ちょっとバックプレートをね、潰します。外さないでこのまま叩こうと思って、当たりが少しだけだったんで、裏からね、当てきして、ここの部分がね、ちょうど当たるんだよね。ほんのちょっと。ここの部分がね、ちょうど当たるので、ここをね、叩いていきましょう。そのまま叩くとね、ローターに干渉します。なんでね、当ててやってね、で叩きました。ちょっとだけなんでね、本当にちょこっとへこませればかわすなと思ったんで叩いてやります。どんどんね叩いてね、ほんのちょっとで、またね再び乗っけてあげましょう。そうするとね、すんなりねシュッて乗りました。ほんとこれだけ、ほんと簡単なんだよね、ロールセンターアダプター。
あとはね、付属されてきたロングボルト、これに変えてあげます。ここのね、ボルトをつけるときは、ロック剤やって締めた方がいいかもしれないね。ロック剤やってね、つける人もいます。こっちは雪国なんで、冬ね、外すってことを考えると、ロック剤つけずにね、つけました。外す時もあるんでね、冬なんで、冬は雪降るからさ、結構ね、シャコタンにはきつい地方になります。で、あとはね、締めるだけ、どんどん締めていってあげましょう。そうそうそう。ボルトのサイズがね、ちょっと変わったね。頭がね、ちょっとでかくなりました。なのでね、ちょっとサイズ変えて締めてあげます。ほんとこれだけで終わりです。よく考えたよね、これ考えた人。簡単だもんな。で、これでね、ぐいぐい締めていってあげてください。で、あとはね、トルクレンチで規定トルクあると思うんで、それで締めてあげるのが一番いいんでしょうけど、めんどくせえやと思って、またブレーカーバーで締めてあげました。ちゃんとね、締めないと、本当にロック剤はね、やった方がいいかもしんない。一年中乗る人はね、やった方がいいけどね。うちらはね、雪国なんでね、取ることも考えて、ロック剤はやれなかったです。で、こういう感じ。なんていうブラケットの分下がるってことだから、だいぶ下がるよね。でね、反対側はパパッとスキップがてら早送りします。パパッとやって反対側もね、すんなりつきました。本当に作業時間は早いです。30分かかってねえんじゃねえかな。そんぐらいで終わります。楽しみのね、とりあえず下げちゃいましょう。今、前半に進みます。どうなんでしょうか。まず後ろから見ますね。わかりますか。おお、かぶってきた。いいじゃないですか。あ、本当だ。もうこの後下がってきます。これ分かったのかな。微妙だ。これ前下げ状態になりました。はい。これちょっとちょっと切ってみますか。ちょっとカメラでちょっと切ってみます。右行きますよ。当たるな。当たる。当たってます。当たらないけどパンプする当たるな。これ当たるな。前作やると当たる。わお、超下がった。乗ったら。いつもの俺の普通に140分。上がった。いつもの乗り心地も重視した設定ちょっと上げて。これぐらいだね。これぐらい。前より低いですね。これハンドル切れますかね。微妙ですね。いや、これぐらい大丈夫だ。右いけます。
あ、オッケーオッケーオッケー。オッケーだ。ハンドル切れる。いい感じ、いい感じ。いい感じになりましたね。これいつもの車高。いつもの車高。前下げぐらいだと思いますよ。前に。後ろじゃ下げない方がいいんじゃない？下げてみます。もう少し下げるのか。ちょっと待ってください。6さっきり下がってる。あ、さっきり上がってる。さっきり7だったんで前。前7。前、まあ6。さっきが7。なんでさっきが1個上げて。もう1個上げてもうすごい気がする。もう1個上げて。これでどんな感じ？今2個上げました前。後ろ何歩？後ろさっきと一緒。一緒？一緒。あ、ぴったり。ちょっと上がってきた。ぴったり。お、いいんじゃないですか。そっちどうですか。いつもの車高。ではね、談笑しつつ結果ね、下がった下がらないみたいなね話しながらねやったんでね、ちょっとね速度上げてみてみます。そうするとね分かりやすいんで見てみてください。ってことでね SS キットを組みました。で、時間が長くなっちゃったんでね、フロントテーブルはね次回にしますだったらSS キットロールセンターアダプターだけってやれとけよと思ってたんだけど、編集してる時だよね、編集時でね気づきました。長えなと思ってなのでね、このままフロントテーブルはね次回の動画にあげます。だいぶ下がりました。お手軽でね、そして乗り心地もねそのまま損なわないまま下げれるのがロールセンターアダプターです。かなりね下げてる人、乗り心地悪い人、これやるとね結構ね乗り心地そのままで下がりますんでね、みんなも試してみてください。ということでね、本日の動画ここまでになります。言ってたフロントテーブルはね次回だね。ということでね、ご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。こっちに